今回オファーいただいて弾いてみて、ここまで来たかっていうのが正直な感想です。っていうのはまるでピアノを弾いてるような均一さで、どの音もどの音域もどの弦も弾ける。チェロ奏者の西方正輝と申します。よろしくお願いします。お願いします。カーボン製の楽器の最初の印象を教えていただきたいんですけど。ここまで来たかですね。やっぱりカーボンチェロは10年前に日本にあったモデルの音で記憶が止まっていたので、やっぱりシャリシャリしたガサガサした音っていうイメージで止まっていたんですけど、今回オファーいただいて弾いてみて、ここまで来たかっていうのが正直な感想です。っていうのは甘さとかなんてしなやかさとかウエットな感じが出ていることに驚きましたね。印象を受けた場所だったりとか、これが面白かったっていうのは。第一印象がやっぱ中低音、中音域低音域の豊かさ。生のチェロの素晴らしさ、やっぱすごいものがあるんですけど、魅力的には。だけどやっぱ癖がどの楽器にもすごいあって、例えばある特定の音が出にくいとか、ある特定の弦が鳴りにくいとかあるんですけど、その辺がやっぱね、カーボンチェロは規格で作られてるからか、また素材の均一性とかもあるのかもしれないんですけど、まるでピアノを弾いてるような均一さで、どの音もどの音域もどの弦も弾けるってことがやっぱまずすごく気持ちいいし、で、最初言ったように中音域低音域の作りが本当に効率いい楽器に仕上がってるから、本当に箱が余すところなく鳴る感じ、振動してる感じだからこそ、中低音域のなんていうか太さがものすごいなっていうのが第一印象ですね。音色とかはどうですか？カーボンでもここまでウエットな音色してない、シャリシャリしてない、ふくよかな、それでいて滑らかな音が、出るっていうのが驚きましたね。どのような場面で使用することが想像できますか？コンサートとか録音とかいろいろあると思うんですけど、今回の音を踏まえてどうですか？そうですね、これは本当に正直なところを言うと、やっぱりもちろん生チェロ、木のチェロが優位なとこっていうのは弾き比べてみてやっぱ確かにあって、そこっていうのは表現の中のすごい細かい部分だったり、音色っていうものがある中のこの一番芯の部分っていうのは意外とやっぱ木のチェロの魅力っていうのはあるんですよ。だけど逆に言うと、それ以外の部分、音の豊かさだったり太さ、そして均一さとかの面はカーボンチェロの方が明らかに優れていたので、例えば本当に繊細な心情を表す時のような曲だったりシーンだったり、すごい静寂の中で弾くとかピアニッシモとか、そういうところはやっぱ生チェロにもちろん部があるんですけど、逆にでっかいライブだったり、共演者がバンドだったりドラム入ってたり、もしくは野外騒音だったりがある場所、もしくはそれ以外にもオーケストラでもすごい戦力になるのかもしれない。要するに多少のタフネスさが必要な場面で圧倒的なやっぱポテンシャルが感じましたね。これがやっぱり木製と違うんだなって思われたところって他にもありますか？その繊細な表現、音色の中の一番繊細な部分だけで、あとはカーボンチェロの方がぶっちゃけ優秀だなって感じはありますね。一番驚いた点っていうのをちょっと一つ教えていただければと思って。一番驚いたのはやっぱり中低音域、生チェロの僕の楽器が割と高音域に重点を置いてるセッティングをしてるっていうのもあるんですけど、このカーボンチェロの重低音域、低音は割と出るっていう割と分かりやすい指標なんですけど、中音域のもちろん音も出るし、味、音色の魅力、甘さみたいな、そこがやっぱ一番驚きました。だからゲー線、デー線、そしてアー線のネックのあたりまでの魅力にはちょっとびっくりしましたね。メーカーさんに聞いてみたい素朴な疑問とか、これってできるみたいな話とかってあったりしますか？プレイヤーとして正直に言うと、アー線の高音域
高音域の抜けがもし生チェロみたいなこう抜けていく音になったらすごいことになるんですけど、それは可能なのかなっていうのはプレイヤー目線で正直気になりましたね。カーボン楽器と木製楽器の2台持ちってあり、なしで言ったらありですか？めちゃくちゃありです、僕は実際欲しいですね。僕自身が野外とかストリートでやることもたまにあるし、得意なジャンルが生チェロ、木のチェロとカーボンチェロで違うので、かなり2台持ちの必要性すらあるかなと感じてますね。ちなみに木製楽器の色味をしているカーボン楽器もあるんですけど、そういうものにもご興味っておありですか？それともカーボンの色の方が好きですか？僕個人としてはカーボンはカーボンの色でカーボンのかっこよさであってほしいんですけど、例えばオーケストラのチェロセクションにおいてカーボンチェロはかなりの戦力になり得る、もしかしたらバイオリンタッチより強くなりすぎちゃうかもしれないですけど、すごい戦力になり得るので、そういうオーケストラに中に入るとか同族楽器の中に入るときに生チェロ柄のカーボンチェロはいいかもしれませんね。まだ触ったことがない方が多いので、そう触ったことない方に一言お伝えください。ちょっとすごいことになっているのでぜひ弾いてみてください。僕もカーボンチェロってその10年前どっかの楽器屋で触った楽器のイメージで止まっていたんですけど、マジですごいことになってるので、音量は出るし癖はないし、特に重低音域が本当に豊かなのでぜひ弾いてみてほしいですね。